はい、皆さん、こんにちは。バリサヤチャンネルのサスケです。今日はインドネシア語で最も使われている接字、にゃーの解説をしていきます。にゃーを解説してくださいっていうコメントも多くいただいておりますし、使い方がいまいちわからないっていう方が多いと。というのもですね、今回、にゃーの解説にあたっていろいろ調べたんですけれども、インドネシア人自体、間違った使い方をしています。これは個人レベルとかではなくてですね、新聞、テレビ、公共の書類、あらゆる場所で間違った言い方を、使い方をしています。僕は5歳からインドネシアに住んでいて、全教育、インドネシア語で受けていて、インドネシア語のネイティブなんですけれども、その事実は初めて知りました。インドネシア人のほとんどが間違っていることすら気づいてないです。そのぐらいにゃーというのはすごく便利で頻繁に使われているので、知らず知らずに間違った言い方、使い方になってしまいました。そういう事実が一つあります。そしてもう一つは書き言葉だけで使われるにゃーもあります。会話で使ったらちょっと変というのもあります。ですので今日はインドネシア人が日常会話で正しく使っている基本的なにゃーだけを今から伝えます。動画中にずっとにゃー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 言いますが、どうぞ最後までよろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。にゃーは大きく分けて2つの使い方があります。1つ目は三人称の代わり。要するに彼とか彼女の代わりに使われます。2つ目は接字としての使い方です。接字は語類、要するに単語の種類を変える役割があります。例えば動詞が名詞や形容詞に変えるときに使います。この2つの使い方があります。それでは1つ目の使い方からいきましょう。にゃーは三人称の代わりになります。彼や彼女、インドネシア語ではリアまたはイヤの代わりです。例えば、彼もしくは彼女の家はサヌールにあります。っていう時は、rumah dia di Sanur。rumah dia di Sanur。が、rumahnya di Sanur。rumahnya di Sanur になります。彼、彼女の旦那さんは日本人です。suami dia orang Jepang。suami dia orang Jepang が suaminya orang Jepang。suaminya orang Jepang になります。koper dia belum keluar。koper dia belum keluar。彼もしくは彼女のスーツケースはまだ出てこない。空港のベルトコンベヤーからなかなか出てこないときはすごくドキドキしますよね。はい。これはkopernya belum keluar。kopernya belum keluar。Made di mana? Dia masih di sana. kopernya belum keluar。までどこ？まだあっちにいる。スーツケースがまだ出てこない。先ほどの2つの例で共通するのは、彼、彼女の家。彼、彼女のスーツケース。誰々の所有。誰々のものっていう意味で使われることが多いです。よく使われるけど、間違っている例を挙げると、僕もよく言うんですけれども、rumahnya dia di Sanur。suaminya dia orang Jepang とか、kopernya dia belum keluar という重複して言う場合が多いです。なぜこうなったかというと、後ほど説明しますけれども、このようにですね、重複していっても全然伝わります。日常会話だったら違和感なくスッと入ってきます。逆に正しいんですけれども、日常会話では言わない例を挙げていきます。例えば、saya berterima kasih kepada dia。saya berterima kasih kepada dia。彼、もしくは彼女に感謝しているっていうのがですね、saya berterima kasih kepadanya になりますけれども、文法的にはもうバッチリです。
書き言葉としてはもう大丈夫ですけれども、ポエム感が一気に出ます。歌詞っぽさが出てきて、臭い言葉になっちゃいますので、話し言葉では使いません。覚えておいてください。話し言葉では、kepadanya とかはなかなか使わないです。もう一つ例を挙げるとですね、kemarin saya makan malam dengan dia。意味わかりますか？はい。私は昨日彼もしくは彼女とディナーをしました。夜ご飯を食べました。これもkemarin saya makan malam dengannya。kemarin saya makan malam dengannya。で、全然バッチリですけれども、こんな言い方する人とは友達になりたくないですね。使い分けが少し難しいんですけれども、特にkepadanya、padanya、dengannya、buatnya という前置詞の後に来るにゃには気をつけましょう。to、with、for、プラスにゃはもう臭いセリフになりますので、これは要チェックですね。マークしましょう。三人称の代わりになるにゃは以上です。次は接字としてのにゃは大きく3つに分けられます。1つ目はですね、名詞を強調します。名詞の後にくっついてその名詞を強調します。このパターンはですね、すごく頻繁に使います。例えば、harganya mahal。harganya mahal。値段が高い。値段にスポットライトが当たりますよね。Jangan lupa bawa pasportnya。Jangan lupa bawa pasportnya。パスポートを忘れないで持ってきてねという意味なんですけれども、これもパスポートが強調されます。次は、sarapannya jam 7。sarapannya jam 7。朝食は7時です。これも朝食にスポットライトが当たります。Di mana kolam renangnya？ Di mana kolam renangnya？ プールはどこですかっていう意味です。名詞の後ににゃが来る場合はですね、例の何々というニュアンスもあります。英語で言う the、the と同じです。要するにお互い主語が明確の時に使います。そして、先ほど三人称で重複している例を挙げました。覚えてますか？ Rumahnya dia di Sanur とか、suaminya dia orang Jepang とか、kopernya dia belum keluar。このにゃはですね、三人称の代わりで所有を表現するのと、名詞を強調する役割がありますので、彼の家はサヌールにありますと言いたい場合はですね、rumah dia di Sanur または rumahnya di Sanur と言えば正解なんですけれども、ちょっと弱く感じちゃうんですね。強調したくなっちゃうんですよ。なので、名詞を強調するにゃをさらに追加してしまいます。なので、rumahnya dia di Sanur とかになっちゃうんですね。申し訳ございません。接字としての二つ目の使い方はですね、状態を表すときです。これは動詞プラスにゃで名詞に変わります。例えば、jalannya acara sangat lambat。jalannya acara sangat lambat。これは、イベントの進行がとても遅いっていう意味なんですけれども、にゃを入れることによって、イベントの進行というのが名詞になって、状態を表します。これは会話では使わないので、あんまり気にしないでいいと思います。一応こういうにゃの使い方があるっていうだけ覚えておいていただければと思います。はい。そして最後、3つ目の使い方は、副詞を形成する場合ですね。例えば、すぐにっていうのは、secepatnya、おそらく、agaknya とか、sepertinya とかですね。はい。
会話で頻繁に使うのは多分という意味のかやにゃですね。皆さん聞いたことあると思います。かやにゃはmungkinと同じ意味です。フランクな言い方です。多分までは来ないんじゃないっていう時に、kayaknya made tidak datang。もしくは、kayaknya made enggak datang と言います。secepatnya もたまに会話に出てきます。すぐに、できるだけ早くという意味です。Tolong bawa birnya secepatnya。Tolong bawa birnya secepatnya。ビールをなるべく早く持ってきてくださいっていう意味です。この場合はですね、にゃーが2つあるので、間違ってるんじゃないかなと思ってしまいますが、これは間違ってないです。ビールにくっついてるにゃーは、ザという意味で名詞を強調します。secepatnya は、secepat プラスにゃーではないです。一つの単語です。これは。副詞です。セットになっています。ですので、副詞についているにゃーは、つける、つけないとかではなくて、すでにセットになっていますので、これは覚えるだけです。簡単ですよね。はい、皆さんいかがでしょうか？今日はにゃーの基本的な使い方を解説しました。もしこの動画が良かったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またですね、ちょっとわからないことがあったら、またコメント欄で記入していただければできる限りわかる範囲で説明しますので、どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。